こかなババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバババンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバハービババボン。はーい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさ、グレーのぐー茶、白黒のくーたく。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらから中路ポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ね、ついにはたまちゃんが来て、かわいいな。鼻の穴に鰹節突っ込んで食べておりますな。なんかね、マチャが来ないね。マチャどこ行っちゃったんだろうな。マチャの姿を見てないぞ。さっきまでいたんだけど、どこ行っちゃったかな。はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に Justice って言います。で、なんで Justice って言うかっていうと、後ろにいる、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことを Justice って言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。Justice たまちゃん Justice 今日も塩入りのお湯まあ、お湯もさ湯も大差ないけどな。今日もな、ちょっと足りないかなと思ってさっきお湯を沸かして足したんでね、まあちょっとだけなんでね、大差ないけれども、ジャスティス用にお湯を沸かしたので、ややあったかい塩入りのお湯でございますよ。
カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。テンタマさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。かわいいかわいいたまちゃんでございますよ。最近はね、素直にな、膝の上に乗ってね、考えてくるようになったよな。まあ、それか、ただその場所が最近ハマってるお気に入りの場所なだけなのか知らんけどな。甘えてるわけではもしかしたらないのかもしれないんだけどな。たぬこさん、こんばんは。ジャスティス。ありがとうございます。てんたまさん、かわいいの。かわいいのね。たまちゃん、かわいいんだよね。でさ、にゃんこってさ、肉眼で見てるとめっちゃくちゃ可愛いんだけどさ、カメラで撮ろうとするとさ、なんか微妙なんだよね。なので、可愛いと思って、この可愛いのをお届けしたいと思ってさ、撮影しようと思うと、なんかどうも微妙で、と思ってね、なんでこの可愛さ伝わんないのかな、みたいなね、ところが時々あるね。でさ、可愛い時って暗いところでさ、黒目がまん丸になっちゃっててさ、それがまあ可愛いんだけど、暗いとカメラね、画像が悪くて撮れないんだよね。だから結構にゃんこ写真撮るの難しいよな。ジャパンさん、ジャスティス、こんばんは。妄想は本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ヨッシーさん、ジャスティス。はい、今日は招き猫バージョンな。両手上げ。ね、なんだ千客万来。なんだっけ、笑福。わかんない。適当だからな。いっぱいいっぱい来てくれるといいですね、今日もね。はい、お金がザクザク入ってくるといいですね。そうすればさ、冒頭のチュールの下りでさ、思い出したんだけど、なんかね、猫飼ってる人界隈で、チュール不買運動がなんかあるらしいんだよね。気づかなかったんだけど、そうだったのかと思って、なんかそういえば、なんかあったよなと思ってさ、あんまり知らないんだけど、チュールを作ってる稲葉がなんかブラック企業かなんかなんだっけ。なんかそれで猫飼いとしてはそれはちょっと黙ってらんないっていうことで、なんかね、不買運動があるらしいんだよね。チュールやめましたっていう動画があって、そうなのかと思って、なんか添加物とかそういう話なのかなと思ったら、そういうことじゃなくって、その稲葉食品を買うのをやめようみたいなね、動きになってるらしくて、そんなひどいことがあったんだと思ってね。なんか多分猫にとって良くないことがあったから、やめようってことになってんだと思うんだよね。だから、チュールじゃなくて、なんかその類似品が今いろいろ出てるらしいんだよね。で、なんかそれをあげるみたいなね、動画をね、出してる人がいたわけよ。そっかと思ってね。あんまり詳しい事情はよくわかんないけどね。まあ、猫にとってあんまり良くない企業なんであれば、ちょっとね、うちもチュールじゃなくて、違うものをね、ウィッシュリストに加えようかしらなんてね、思ってたけど忘れてた。今、冒頭のね、チュールの下りで思い出したよって感じな。今日はちゃんと Amazon に行ったのにな。今日は Amazon に行ったんですよ。行ったってネットショッピングだけどな。今日は、なんだっけ、衝動買いか。今日は衝動買いをしました。アマゾンで衝動買いをしました。なのにそれ忘れてたな。よしさん、ジャスティス、カニタンさん、招きたまちゃんね。たまちゃんかわいいんだけど。って言っちゃったな。あっち行っちゃったな。ヨッシーさん、チュールは猫のためにもやめた方が良いかも。チュール以外食べなくなりそうです。まあ、ただほら、うちの場合5匹
で、1本をたまにあげるだけっていう感じなんでな。だからそんなに、主食みたいな、毎日おやつで1人1本あげるとか、そういうあげ方してないんでね。で、あとはもうね、チュールがない。あとはもうチュールがないみたいなね。だから非常時用に多少は取ってあるけどみたいなね、感じなんで、あんまりあげられない状態ね、今ね。まあ、類似品がいろいろ出てるみたいだから、まあ、そっちに切り替えて、まあ、大して変わんないとは思うんだよ。なんかその紹介してる人によると、ね、あんまり悪いものは入ってないみたいみたいなね。まあ実は見てもよくわかんないんですけど、みたいな感じだったんで。でね、見ると、いやいやいや、別にチュールと対して、入ってるもの変わってねえから、みたいな感じだったんだけどね。まあ、だいたいチュールではなくても、そういうチュールっぽいものだったら好きなんでね、ちょっと他のものに変えていくっていうのも手かなって、思ってる感じ。てんたまさん、衝動買いそうなんだよ。なんか、なんだっけ、ベランピングさ、今年もするとしたら、何するとか思って、なんか新しい、なんかと思ってて、でね、なんか、せいろが気になって、ベランピングでせいろがどうだかわかんないけど、なんか、なんかせいろ欲しいとかって思って、で、ベランピングだからさ、いろり鍋、うちにあるちっこいいろり鍋に入る、せいろとかあっかなと思ってさ、ちっちゃいせいろで検索してたらさ、まあ、あったわけよね。で、なんかね、10センチとか15、10センチ、15センチ、21センチみたいな、そんな感じだったかな。10センチっていうのがあったんで、10センチと思って、10センチってさ、こんなだよねと思って、こんなだよねと思って、この中に何入るっていうか、そんなちっちゃいせいろってあるとかって思ったんだよね。でね、10センチせいろで検索してみてさ、なんか10センチのせいろで何々蒸してみたみたいな、なんかそういう動画出してる人とか、なんかそういう記事書いてる人とか、なんかいないかなと思って探してみたんだけど、見当たんなかったんだよね。ただ、その Amazon の商品のレビューのところに、写真付きでね、コメントしてくれる人があって、でね、10センチのせいろかわいいとかって書いてあって、で、これは蒸す用じゃなくて、なんか食べ物をね、入れる器として使うといいかも、みたいなこと書かれてたから、ってことは使えそうにない大きささすがに使えそうにない大きさだと、それはどうなんだろうっていうか、そういう、ということは、やっぱり10センチのせいろがあるっていうことだよね、なんて思って。でね、一番下にやっぱり10センチのせいろのレビュー書いてる人がいて、さすがにね、10センチのせいろを買ってる人はほぼいないみたいだったんだよね。で、一番下の人のレビューだと、何だったかなって書かれてたけど、あ、そう、肉まんが入らない。肉まんが入らない大きさって書かれてたから、あ、それは本当に内寸が10センチってことだねと思って。まあ、それであれば、そのいろり鍋には、入るとは思うんだけど、いろり鍋がね、蓋がね、14センチだったんだよね。14センチだと、その次の15センチのセールはさ、入らないってことなんだよ。で、10センチだったらさすがにさ、4センチの余裕があるから、おそらく入ると思うんだよね。まあ、だったらいけるとは思うんだけど、ただ、この中に何入れるどうしたたまちゃん。ね、何入れるっていう話でさ、ね、とりあえず買っとくかと思って。とりあえず買っとくかと思って、値段がね、そんな高くなかったっていうの、アマゾンのポイントがあるんで、それでほぼ賄えるぐらいの金額だったんで、じゃあちょうどいいかと思ってさ、送料無料だったし、ちょうどいいかと思ってね、なんか買っちゃったんだよね。
今日はだからね、せいろ衝動買い。果たしてそれ買ったところで、その後使えるのかしら。何に使うのかしら。どこに置こうかしらみたいなものなんだけどね。そんなもの今日は衝動買いしました。テンタムさん、ベランピング来たね。ベランピングできっかな。できっかな。ね、植物が多すぎてな。テンタマさん、自分が藤子さんの動画を見るきっかけとなったベランピング動画。あ、そうだったんだ。じゃあね、そろそろ1年ぐらいっていうことか。そうだよな。服装がね、1年経った感じだもんな。そうだな。もう1年経っちゃうんだよね。今度ベランピングどうしようかな、みたいな感じで、何するっていうのでね、まあ、せいろ買ったんで、とりあえずせいろでなんかするっしょっていうね。そんだけ。それしか思いつかない。あと何したらいいんでしょうかねっていうね、感じだよ。ね、あとはうちにあるのでね、そういえばね、なんか、ホットサンドメーカーが、ワッフルメーカーっていうのかながあるんだよね。もう最近ほら、小麦粉を使わなくなっちゃったんで、なんかね、すっかりやってないけどさ。で、それがなんだろう、ベランピングに向いてるかな、どうかな、とか思ってね、処分する前に使った方がいいかなとかね、いろいろ考え中で、だからあんまり暑くなっちゃうと嫌になっちゃうじゃんか。あんまり暑くなる前にさ、ちょっとやっといた方がいいよな、なんてね、思いつつっていう感じ。どうしたたまちゃんは何が見えてるのかな。にゃんこはな、にゃんこはいろんなものが見えるらしいからな。なんか、全然関係ないけど、地震が来た時っていうか、日本で一番最初にダメになるというか、最初かどうかわかんないけど、一番ひどくなるとか、一番被害が受けるのが、なんか東京とかっていう話で、まあ、まあね、みたいな。で、なんだっけ、ハザードマップか。ハザードマップ見るとね、一応ギリ大丈夫そうなところに住んでんだけどさ。ギリだからな。もうちょっと余裕欲しいよみたいな感じなんだけどね。なんかギリいけっかもみたいなところに住んでるんでね。なんとか、なんとかギリいけてほしいってね、思ってる感じでございますよ。てんたまさん、蚊対策しないといけませんね。ね、そう、昨日見てた、そのさ、転換とかさ、その動物のね、病気関係の動画でさ、死因第1位が、蚊に刺されとかって言ってて、でね、犬はその有名だから、予防接種があるけど、猫でもありますみたいのでね、だから猫飼ってる人は、猫が蚊に刺されないように、気をつけないといけませんね、みたいな、そんな内容の動画を昨日さ、見ててさ、ああ、そうだったのかと思ってさ、ね、今ベランダ開けっぱなしでさ、ね、しかもさ、テント生活の寒い時に私は蚊に刺されてるしさ、蚊に刺されてるしな。だから逆にね、蚊が猫には見向きもせず、私のことをね、刺しててくれれば、それはそれで、だったらまあいいかと思うんだけどさ、ね、そうだったのかと思ったらね、もう、とね、今度はまたかな神経質に対策しなきゃいけないやつ1個増えたな、みたいなね。ね、そんな感じよ。で、今日もさ、その昨日の続きでな、転換の動画を、見たんだけど、そうすると、最近ニュートロケアとかっていう、ペットフードがあって、で、ニュートロってなんだろうなと思って、なんか、そのメーカー名かなっていうふうに思ってたんだけど、そうじゃなくて、そのニュートロっていうのが転換のことだったみたいなんだよね。
転換ケアみたいなフードが、犬のフードにはあって、あ、そうなのかと思って。要は犬の方のが多い病気なんだよね。猫の方が少なくて。まあ少ないとは言っても、犬は、100匹に1匹ぐらいの割合でいるんだって。で、猫は200匹に1匹ぐらいの割合で、まあ犬に比べると2分の1なんだけど、ただ全体的で見たらね、200匹に1匹いるって言ったら、結構いるよねっていうのでね。で、まあ、だから大概その転換のことについて話してるのは、犬の動画ばっかりなんだよね。猫の動画ほぼなくて。で、そのペットフードでもね、そのニュートロケアっていうのは犬のフードで、で、それは何が入ってるかって言ったら、MCT オイルが入ってるよと。どうやら MCT オイルが、その転換にね、効くというか、なんか緩和するっていうのかな。なんか効果があるらしいっていう実験の結果が出てるらしいんで。で、それには入ってるよっていうので、で、動物病院で処方してもらわないと、それは、なんか買うことができないとか言ってたかな。ただまあ、ニュートロケアでネット検索してもらえれば、なんか多分出ると思うみたいなこと言ってて。で、検索してみたら確かに出たんだけど、猫のフードはないんだよね。いや、そうなんだな。やっぱりそうなんだね。なんて思って。でもまあ MCT オイルが効くんであれば、にゃんこ油舐めっからさ。みんながみんな舐めるわけじゃないんだけどね。割とクータが何でも舐めっかなっていう感じなんだけど。まあ、クータもね、同じフードを食べてるんだからさ、みんな同じケアをね、してやっていいかなと思うんだけど、だから舐める子はね、舐めさせてやった方のが、まあ予防にもなるかなと思って、ちょっとな、MCT オイル、欲しいなと思って、でね、ウィッシュリストに追加してみた。追加してみたみたいなね。で、改めてさ、ウィッシュリストに直してみたらさ、またカゴに入れられない商品がいっぱい増えてたんで、まあそれはとりあえず削除だけしてね、また新しく、追加しなきゃななんて、思いつつっていうね、今日この頃でしたね。さっきまで動画の編集ギリギリまでやって、なんとか、間に合わなかったけどちょっと遅刻したけど、みたいな感じでね。今日は動画の編集ギリギリまでやっておりまして。と、蚊対策しないとね。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、MCT オイルってダイエット食品という印象がね、そう、だから MCT オイルで検索するとさ、なんかダイエット関連でね、紹介されるというか、出てくるんだけど、特に私は MCT オイルをダイエット食品と認識したことはないよ。だってオイルじゃんな。オイルじゃんなとかって思って。ね、だから、あ、そっか、なんだっけ。脂肪になりにくいとかそういうことか違うか。なんか燃焼しやすい体質になるとか、そういうことか。まあ、とにかく MCT オイルってココナッツオイルのことだったんだっていうことが分かったんだよね。で、ココナッツ臭があるからさ。で、ココナッツオイルで売ってるのはまあまあココナッツオイルなんだけど、MCT オイルとして売ってる場合は、そのココナッツ臭をなんか排除してあったりとかするみたいだよね。まあ、どっちでもいいんだけど。どっちでもいいんだけどと思いつつ。だからココナッツオイルだと、ほら、固形だからね、それにゃんこ食べるかなって言うとちょっとどうだろうと思うんだけどさ。まあ、液体、MCT オイルってなってるってことは液体状になってんのかなどうなのかなって思うんだけどさ。まあ、なってるんであれば扱いやすいし、ね、フードにかけてやったりとかもしやすいだろうからなと思って、どうかなと思って、ちっちゃいやつね、なんかないかなと思って、スーパーないんだよ。この辺のスーパーに売ってないんでさ、手に入らないんでさ、それで、ネット検索してたんだよね。
てんたまさん、大樹さん、こんばんは。あとは、そんな感じか。一応、農協、今日はいたのか。一応、農協行ったけど、今日はなんかね、細い、こんくらいの、大根が、3本ぐらいセットになって100円だったんだよね。で、まあ、100円だからまあ、いいっちゃいいけど、多分あれね、去年も売ってたんで、20日大根だと思うんだよね。20日大根を大きく育てたやつ。だからね、巣が入ってんだよね。こんなちっちゃい大根なんだけどさ、切ると。で、巣が入った大根ってさ、美味しくないじゃんか。なんかね、そんな感じ。文句ばっか言ってますけど、相変わらずね。でね、だから100円だからな、まあ、買ってもいいけど、なんかそんなお買い得感ないよな、と思って。これが5本とかだったらね、なんか買おうかなっていう気もするんだけど、3個じゃなと思って、それもさ、こんくらいのやつが2本と、こんくらいのが1本で、なんかね、セットになってる感じなって、とかって思ってね、買ってこなかった感じでございますよ。ただ、うちのね、うちの、オカワカメ、オカワカメがね、なんかそろそろ葉っぱが大きくなってるんでさ、なんかあんまり思ったほどつるが伸びていかないんで、で、つるの方の葉っぱはさ、全然ちっこいまんまなんだよ。最初に生えてきた葉っぱがなんか大きくなってね、結構でっかくなってるから、で、下の方だけ混み合ってるわけよね。上の方は全然スカスカなのにさ、下の方だけ混み合ってるんで、なんかちょっと収穫してみると思ってね、今日はオカワカメ収穫して、で、まあ、さっと茹でて、ね、おひたしにして食べるって話だったから、そのままそれでやってみたけどな。案の定だよ。だからさ、農協でさ、オカワカメさ、なんかもう本当、こんなな、こんな、こんな、こんな感じのをさ、一袋ね、100円で売ってたけどさ、いや、そんなんさ、茹でたらこんなになっちゃうじゃんっていうふうに思ったんだけどさ、まあそんな感じだったよ。まあそんな感じだったよね。もう、うちの方がだから農協で売ってるこんなね、一袋よりもさ、うちで取った方のがもうちょい多い感じだったんだよね。もう少しこんもりしてる感じだったけど、まあ茹でるとさ、お皿にちょこっとだもんね。これな、やっぱそうじゃんか、みたいな感じを、今日は夕飯で食べました。ジャパンさん。俺は今日、熊本産の甘夏買いました。いいな。なんか私ね、昨日だったかな。みかん系、柑橘系をね、すげえ食べたいなって思ってたんだよね。前にね、甘夏だったっけ、八作だったっけ、甘夏だったっけな。1個100円で、150円か。1個150円で売ってた時にさ、1個じゃなと思って買わなかったけど、もし今あれ売ってたら買うな。今もしあれ売ってたら買うのに、今は売ってないんだよなって思ったんだけど。で、今日はね、さっきすげえバナナが食べたくなって、バナナ食べたくなる時ってどういう時なんだろうね。塩分取りすぎの時なのかな。だから納豆にも醤油かけたし、今日はね、納豆ご飯食べたんだけど、さっき。で、それのおかずに、おかわかめのおひたしで醤油かけたじゃんか。だから、あれかな、醤油取りすぎ、塩分取りすぎの時なのかなと思うんだけど、なんかすごいバナナが食べたくなって、どうしよう。動画の編集終わったら買いに行こうかなと思ってたんだけど、終わんなかった。
終わんなかったんだよね。だから諦めて中断するか、それとも気合で最後までやり遂げるかっていうね、せめぎ合いだったわけよね。あとちょっとなんだけど、微妙に時間足りない感じだ、どうしようと思って。すげえ、集中してね、編集しとったんで、結局バナナ買いに行かなかったんでね。買ってないんだね。だからみかんも食ってないしな。バナナも食べてないしな。なんかこういう話してると翌日ね、自分の言葉に洗脳されてね、その時は特に食べたいわけでもないはずなのにね、なんか、あ、そういえば私、フルーツ食べたかったよなと思ってね、なんか買っちゃったりとかするんだよね。自己洗脳入りましたっていう感じな。てんたまさん、編集職人な。もうほんとさ、暇さえあれば編集していくからな。たまちゃん、そりゃすねるよなっていうぐらいね。ね。編集ばっかしてるよな。気が狂ってるよって感じですよね。はい。こたつの下でビクビクしてるやつがいるけど、ぐーちゃんかな。ぐーちゃんそっちいるな。違うな。あれ抹茶いないと思ってたけど、こたつの中に籠城してんのかな。でも抹茶こんなビクビクしないんだ。ゆりたんかな。はい。では、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。では、昨日さ、こうやってさ、カリカリ残ってたから置いといたんだけどさ、見事に煮干しだけ残してきれいに食べてたね。いやさ、ゆりたんがさ、お皿舐めてる姿が見えたんで、きれいに食べたんかいと思ったんだけど、ね、いざ片付けようと思って、ね、近づいてみたら、煮干しだけきれいに残して、あと食べてたな。やっぱり煮干しは、あれだな、だし取り用に使った方がいいのかなっていう感じ。えーっと、てんたまさん、1時間の動画の編集とか大変そう、4日かかる。4日かかるのでね、1週間7日しかないのに4日かかるからね。だから動画の編集が間に合わなくなってお休みしましたっていう感じよ。パニタンさん、ジャパンさん、柑橘系いいですね。そう、熊本産の甘夏かな八作かな甘夏だったかなどっちだか忘れちゃうんだけどさ。私も買ったことある気がするんだよね。ヤフーかなヤフーショッピングかなイオン系のアプリでポイ活始めた時に、なんかいろんなサイトでね、買い物すると、チェックマークがつくっていうのかな。でね、なんか何店舗でお買い物するといくらみたいな、なんかそんな感じで、なんかミッションだった気がするんだよね。で、今までヤフーショッピングって使ったことなかったんだけど、それでね、1000円だったかな。で、6個ぐらい入ってたのかな、1箱ね。で、それを買って、なんかお買い得なのかなって思って買ったけど、ただね、なんか6個かと思って、フルーツに1回1000円のお金使ったことってあんまないよね。記憶にないよねって考えるとさ、お買い得だったのかなっていうさ、なんかちょっとね、失敗しちゃったかなみたいなね、そんな心の残りがあったお買い物だった気がするけど、でも、熊本産の、甘夏は美味しかったっていうことでよかったのかな。あんまりわからないんだけどね、違いがね。
なんか食べ比べすればわかるんだろうけどね、それだけ食べたところで、あんまわかんないんだよね。ジャパンさん。皮ムキムキして食べるの大変でしたよね。でもさ、ハマると、なんか無言で黙々と皮ムキムキしてな、食べるよな。てんたまさん、高知の八作も美味しいですよね。そう。八作だったか甘夏だったかさ、わかんなくなっちゃう。たださ、甘夏はさ、しるしるしてるから、食べるときにジュルジュルになると思うんで。で、八作はパサパサしてるからさ、ジュルジュルにはならなくて食べれると思うんで。ただ、その代わり八作の方が酸っぱくって、で、甘夏の方が甘いと思ってんだよね。だから食べるのは大変だけど、食べ始めて美味しいのは甘夏の方だった気がするんだけど。だから最近は八作も美味しいからな。なんか食べるの楽な方がいいよなとか思って、どうしたぐーちゃん。今度はぐーちゃんが突然泣き始まったぞ。なんだろう、今日はたまちゃんといい、ぐーちゃんといい、突然泣くからな。なんかいるんだろうな。なんかにゃんこには見える存在がいるんだろうな。ただ怖いものではないんだと思うんで、怖いのだったら逃げるはずだからさ。ね、別に逃げるわけじゃなくて、なんか突然喋るだけだから、多分なんかいるんだろうけど、まあ天使だか小人だかその辺がいるんだろうな、きっとな。カニタンさん、とりあえず今は、ガリガリ君で我慢します。カニタンさんは毎晩ガリガリ君を食べてるのかな。てんたまさん、八作じゃなかった。分担でした。ね、分担って私、食べたことあるかな。なんか、八作か甘夏か、なんかどっちかっていう気がするんで、大きいフルーツ、みかんは。まあ、それかグレープフルーツ。グレープフルーツはグレープフルーツとしてね、売ってるからさ、わかるけど、その八作とかさ、あとさ、でっかい柚子あるじゃん。でっかい柚子は何なんだろう。あれは普通に柚子として使えばいいのかな。全然でかさが違うのにさ、同じ値段で売ってるのがさ、違うのかなって思うんだよね。なんでこんな大きさ違うんだろうと思ってさ。ジャパンさん、美味しかったお、よかったね。カニタンさん、G かも。何カニタンさん家になんか出たかな。てんたまさん。カニタンさんもガリガリ君食べるんですね。なんだっけ。今川焼きか。今川焼きを冷凍庫にストックしてるって言ってなかったっけ。大樹さん、はい。LINE でリアストップありがとうございます。カニタンさん、カロリーもお値段も、控えめで嬉しい。風呂上がりのお楽しみなんだな。ジャパンさん、ミニサイズの、重徳アーミーナイフが、甘夏かな甘夏発作用に、おすすめざんす。なるほどね。そういえばそのさ、熊本産の発作だったかなと思うんだけど、を買った時に、皮むき用のなんか道具がついてたよね。なんか、いや、いろんなものを増やさないでくれるかな。うちの中にみたいなね。なんか別にそういうのつけてくれなくていいからみたいなね。なんかそういうのつけられるとさ、なんか使ってないのに捨てんのも申し訳ないと思ってさ、とりあえずしばらく置いとくんだけどさ、しばらく置いとくけど結局使わないんでね、なんか邪魔で結局捨てるみたいなことになるからさ、もうそういうめんどくさいこと増やさないで増やさないでとか思うよな。はい。では、LINE でリアストップいただきましたので、
ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、実はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お金がいっぱいある。お金がいっぱいあるけど、納得がいっていない。私はこんなもんじゃ満足できないのよね。カードですか。はい。わかった。8作だ。これは8作甘夏どっちだったっけグレープフルーツかな、グレープフルーツのカードだね。なんでこれは何個だ ?1、2、3、4、5、6、7。テーブルが揺れているので、カードも揺れている。猫が、たまちゃんがなぜなら、毛づくろいをしているから。たまちゃんが毛づくろいをしているので、カードが揺れておりますよ。何個だっつった ?1、2、3、4、5、6。あれ ?1、2、3、4、5、7ね。はい、ペンタクル7。ペンタクル、7。はい。そしたら、まーちゃんいたよ。まーちゃんどこにいたんだこれかな。意味と解釈、絵柄の意味。ペンタクル7は、農夫が木を落としたような姿勢で自分が育てた作物を眺めています。彼はそれがいつ収穫できるのかと首を長くして待ちわびているようです。多くの実りがありますが、まだしばらく時間がかかりそうな雰囲気です。そうすれば、うちのいちごもさ、全然、枯れるわけではないんでさ、まあいいんだけど、もう全然成長しないんだけど。どうなっちゃってんだろう。もうこの農夫みたいな感じ私な。聖一だな、今日は。聖一、物事を育てる、見守る。作物が育つのを待ちわびている農夫の姿から、このカードにはゆっくりと成長するとか、見守るという意味があります。そのため、聖一では物事を育てるとか、成長を待つという意味を持ち、逆位置では過保護。はい。正位置の意味。キーワード、育てる、見守る、待つ、収穫を得る、努力が実る。ペンタクル7は自分の手で育てた作物が収穫できるまでじっくりと待つことから、努力の成果を得るとか、成長を見守ることを意味するカードです。そのため、このカードが正位置で出ると、これまでの努力が報われて、ようやくその報酬が手に入ると解釈できます。ですから、正位置ならとても良い知らせだと受け止めて良いでしょう。その他、待っていればしっかりと収穫が得られる時期なので、急がずにその時が来るのを待つという意味を、持っています。このカードは突然の収入や外部からのチャンスが、舞い込むような幸運によるものではなく、あくまで自分の努力の結果が得られるというものです。ですからその報酬は想定を大きく超えることはなく、確実な成果だと言えるでしょう。はい。仕事、恋愛、まとめ。努力の収穫を得るカードと言える意味を持っています。7、ペンタクル7のカードが与えてくれる成果は、
あなたのこれまでの努力やチャレンジによって大きく変わってくるもの。特にこのカードが開かれたときは、まだその成果がほとんど見えてないようなら、はい、見えてないような、そんな時期であることを意味しますから、慌てずにじっくりと物事を進めていきましょう。待てないよ。年取っちゃうよ。カードが聖地で出るときは、あとは待っていれば成果は得られるところまで来ています。はい。最後の詰めだと思って、やるきることをおすすめでさえ、逆位置ではないか以上かな。というわけで本日のタロットカードの意味調べるの会は、まあ、時間はまだかかるかもしれないけれども、待ってれば収穫できるからね、もうちょい待ちましょう。見守りましょうっていうね、カードでしたね。そんなのがあるのかな皆さんはね。はい。参考にしていただけてたら幸いでございます。あと何がありますか？何のお話ししますか？ガリガリ君、ジャパンさん、発作用におすすめ、アーミーナイフだ。てんたまさん、なまってますな。家庭菜園って成長止まりますよね。あ、そうなのね。まあ、畑じゃないからね、大地につながってないからね、土がね。もう栄養がないからね。まあ、うちはダメなんだろうなって感じね。上手な人って本当上手よね。なんでなんだろうかって思うよ。不思議なのがさ、あの、一応喫茶店があるっちゃあるんだよね。なんかちょっと入りにくい雰囲気で、ね、入ったことは、まあそれでも勇気を振り絞って2回ぐらい入ったことあるんだけど、2回ぐらいというか、自分から入ったことは1回で、1回はなんかここにいるんで来てくださいとかって言われて、そこにいるのそこにいるのみたいのでね、行ったことが1回あるよみたいので、2回利用したことがあるね。喫茶店が一応近所にあるっちゃあるんだけどさ、もうすごいね、お花屋さんみたい。だからみんなそれ喫茶店だと思ってないのよ。花屋だと思ってんだよね。でも花屋さんだと思ってたら違うのね、なんてさ、言ってるのをよく聞くんでさ、確かになと思って。店先がね、すごい、なんだ、ジャングルのようというか、お花育てんのがね、めちゃくちゃ上手みたいでね、すごいんだよ。ずっと、冬場であってもね、とにかく、緑が生い茂ってるわけ。もうどういうことだ、これ。冬でもさ、どういうことだと思ってさ。ねえ、だからいろんな植物がいるってことなんだろうけどさ、いや、この規模そんなにしょっちゅう入れ替えるにしてもさ、入れ替えたやつはどこに行ってんだとかさ、全く謎なわけよね。とにかくいつ通ってもそこはさ、すげえ植物で生い茂ってるわけよ。で、そのお店だけじゃなくて、もうその周り、全部その辺にある植物をさ、全部育ててるっぽくてさ、よその店もさ、全部植物が生い茂ってたわけよね。で、その道路の向かい側もさ、もうさ、市道じゃないはずだけど、市道じゃないはずだけど、これいいのかねっていうぐらいさ、蜂がさ、ぐわーって並んでたんだけど、だからほら、そこの建物ね、なんだ、建て替えるからっていうのでさ、そこの辺の蜂は全部ね、いい加減というか、どうやって処分したんだろうって思うくらいね、亡くなってたけど、徐々に亡くなってってたけどさ、ね、隣の店も辞めちゃったんでね、辞めちゃったんで、なくなっちゃったけど、ただもう同じようにさ、その、なんだ、一角が、なんだ、ジャングルのようにというか、すごい、植物が豊かに育っててさ、これどういうこと
これなんでなんだろうなと思ってさ。なんでここだけこんなすごいのかなと思って。だから育てる人によるんだよねと思って。絶対これ日当たりだけの問題じゃないよねっていうね。なんかそんなところがありまして。だからね、喫茶店としてはおそらく流行ってなさそうな感じだから、なんかね、お花屋さんとはまた違うんだろうけどさ、その植物を育てる系のね、なんか仕事やった方のがいいんじゃねっていう。まあ、ただ多分お金あるんだろうな。地主だかなんかなんだと思うんだよ。だから多分その喫茶店もさ、片手間というか、趣味程度でやってるんでね。だからずっと続いてやってるんだと思うんだよ。多分常連さんが2、3人、2、3人よりは持ってるかな。4、5人ぐらいかな。毎日来てるだけぐらいな感じのさ、お店なんだけどさ。なんかその植物育てるやつをね、なんか仕事にした方が良さそうな気がするんだけどなっていつも思うんだよね。てんたまさん、その喫茶店に、撮影には行かれないのですか？あ、でもね、なんかその、初めて行った時に、一応、多少撮ってたと思うんだよ。フニータと一緒に食べてるっていう体で、なんか撮って動画上げてた気がするんだよね。だいぶ前なんでね。なんか、でも映像あったような記憶があるんで、なんか撮ったと思うんだよね。西船さん、エイブラハムの教えについてどう、ハートで見えないけど、どうしますか？どう思いますか思いますかね、自分でね、自分のことは、自分で判断してくださいね。調べてね。人に意見を聞くんじゃなくてね。自分で判断をしましょう。なんだっけ、なんかさっき思い出して、なんか言おうとしたけど、すっかり忘れてしまったな。花屋の話ですっかり忘れてしまったな。今日あったことで。そういえば言おうと思ってたっていうのを思い出した気がしたけど、忘れちゃったな。天玉さん、西船さんは博学だな。ね、いろんなことをしてますね。あとはなんだ、エイブラハムの教えっていうことは、あれかな。引き寄せの法則とか、そういうことかな。まあ、あれよ。自分を幸せにしなさいってことよ。つまりは、そういうことよっていうね、話でございます。しよ。というわけで、本日も竹縄ではございますが、なくなった。抹茶食ったのか。いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ、1時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよーって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。よいしょ。やめられない。